今日は毎日の日課でスーパーに来ました。入ってみると小さなメスのオオズワイガニが売ってました。可愛すぎて運命を感じたので、彼女にするためにお持ち帰りします。早速持って帰ってきました。大丈夫かお前。どうだ、生きてる？あ、今回買ってきたこのカニちゃんはオオズワイガニのメスです。あと卵持ちだ、卵持ち。この子体がちっちゃくて弱るのも相当早いんで、今すぐ海水に入れてあげます。海水作ってきました。一刻も争うからね、本当に。ちょっと狭いけどごめんね。よいしょ。よいしょ。やっと呼吸できたね。今呼吸してますよ。お店からの移動時間もね、40分ぐらいあったんで、その間ラップに穴開けてたんですけど、どうだろうか。あ、動いてる。ちょっと動いてるよ。今すぐね、エアレーション入れてあげます。スイッチオン。かなり酸欠だったと思うんで、こんな感じでエアレーション炊いてあげて酸欠を回復させてあげます。でもね、卵持ちってのがちょっと怖いですね。そこにもしかしたら莫大なエネルギー使ってて体力が残ってない可能性もあります。みんなあれから30分経ったんだけど、オオズワイガニちゃんどうでしょうか。でも、さっきより絶対元気やってる。足が活力があるよ。改めて説明するんですけど、こちらはオオズワイガニというカニで、ズワイガニより大きくなるからオオズワイガニです。そのまま。オオズワイガニはオスの方が大きくて、メスは小さく、日本だと北海道の海に広く生息しているカニさんで、よくね、ズワイガニと間違えられますが、オオズワイガニの方が甲羅が大きく、足が太いのと、色もズワイガニより茶色が強いです。で、このお口の部分が M 字になってるんだけど、ズワイガニは真っ平らです。ここで見分けられます。このオオズワイガニちゃんは冷たい水温が好きで、2から8度ぐらいまで活発に動けますが、ズワイガニは飼育するときに0から3度ぐらいが適温で、ズワイガニよりこの子は高温に耐えられて丈夫ではあるから、オオズワイガニの方が確実に飼いやすいと思います。ではね、この子を飼っていく水槽を早速今から作っていきます。うわーい、めっちゃいいやん。響く声が。よっしゃ、見てこの水槽めっちゃ良くない？ 60 センチ水槽で幅がねちょっと大きくて45センチのやつをね今回選びました。じゃあ次はですね、あの水槽を置いていく水槽台をね作っていきます。よっしゃ、皆さん水槽台完成しました。僕ね最近水槽台3つぐらい作ったんで結構早く終わったんですけど、慣れないと2時間ぐらいかかると思います。水槽台作るときにこういう電動ドライバーとかあると結構早く終わるんでおすすめです。この水槽に海水入れるとめちゃくちゃ重いのよ。普通の台だと潰れちゃうから、こういった専用の水槽台が必要になります。この水槽台ね、人が乗っても全然もう崩れませんからね。よっしゃ、皆さん完成しました。上のこの水槽が28,000円、下の水槽代が12,000円でした。僕の実家にある60センチ水槽で安いやつだとほんと5,000円とか、水槽代も7,000円ぐらいで買えるんで、安いやつだとだいたい15,000円ぐらいあれば水槽と水槽代は整います。じゃあ次はサンゴ砂と海水をここに入れていきます。今回使っているサンゴ砂は Amazon で買いました極上サンゴ砂で、ちょっと粒が粗いやつですね。サンゴ砂を入れることでバクテリアが住み着きやすく、水質浄化作用があったり、カニさんの足場になってストレスが軽減されるので、これはね入れていきます。サンゴ砂にはねいろんな種類があって、こういう細かいものだったり、さらに細かいこの車エビなどが潜り込めるこういうやつもね売ってますので、生き物によってサンゴ砂の大きさは変えていきます。それじゃあ次は海水を作っていきます。シーウォーターっていう海水の素ですね。これさ、水道水にそのまま使えるから軽き抜きしないからすごい楽なんだよね。海の水ってめちゃくちゃ栄養価高くて、ナトリウムだったりマグネシウムとかいろんな栄養素が入ってるんだけど、塩だけだと塩化ナトリウムしか入ってないから、塩でこの比重を合わせて生き物を飼ったとしてもその子たちお星様になっちゃうのよ。だからいろんな栄養素が入った人工海水の素で絶対生き物を飼わないとダメ。次はこちら、海水を作る時に必須な比重計ですね。一発目から完璧でした。塩分濃度によってこの白い矢印が上下するんだけど、今ね 1.023 あたりですね。これはね海水できてます、しっかり。で比重計って Amazon でも買えるし、いろんな種類があるんですけど、念のため2つで測った方が安心です。よっしゃ、海水入れ終わりました。今からろ過器と水槽用クーラーつけていきます。使っていくろ過器がこちらで、いつも使ってるエイハイムシリーズですね。友達のエマスちゃんが教えてくれて、これねすごいろ過能力が強いんですよ。はいよ。お水を汲み上げるホースをここに置きまして、汲み上げたお水を出すやつもここに置いていきます。水流を調節するアタッチメントをつけます。じゃあ次はこちらをつなげていきます。水槽用クーラーでーす。お値段なんと45,000円。高いね。
エーハイムでろ過したお水がここから入ってきて、水槽用クーラーで冷やされて、ここからお水を排出するって感じですね。よし、すべて設置完了しました。早速ろ過回していきます。スイッチオン。来た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 。完璧。これでどんどんね、温度を下げていきます。最初8度ぐらいでいいかな。甲殻類っていきなり3度以上の温度変化があると、マジでコロッとね、ショックでいっちゃうのよ。だから、徐々にね、慣らしていきたいと思います。じゃあね、この水槽にカニちゃん入れる前に水合わせしていきます。生きてるか。ごめんね、ちょっと時間かかって。大丈夫か？いけるかな。そうしましたら、ここのホースを水の中に入れまして、ここの部分を口で吸ってホース内の空気を抜くと、サイフォンの原理でお水がね、ここからどんどん落ちてきます。で、僕もこれ吸ったんで、ここのね、ところを緩めると、あらやっとこんな感じでね、お水出てきます。みんな大体水が満帆になってきたんで、ちょっとこれ止めますね。ちょっと元気やって。おお、待って、元気やってきてない？この子のこと水槽に入れてあげます。いくよー。いった。大丈夫？いける？エアレーションをすぐ口元に持ってってあげます。口は動いてますが、ちょっとなかなか動けなさそうだな。みんな立った見て、さっきはさ、なんかダランってしてたけど、足でちゃんと起立してるよ。なんかズワイガニとかの顔ってちゃんと見る機会なかったですけど、本当にこうやってまじまじ見るとなんか面白い顔してますね。オオズワイガニの寿命はおよそ長くて8年とされていて、メスは交尾可能な生態になった後、複数回産卵します。だから1回だけ産卵してお星様になるとかじゃなくて、この子は何回も産卵するの。このカニちゃんは深い場所にいるカニちゃんだから、こういった強い光がストレスになる可能性もあるので、一旦ライト消して部屋もちょっと暗くして観察していきたいと思います。カニカニズワイガニカニカニタラバガニカ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 ニってな感じでズワイガニちゃんはお留守番。それで皆さん気がついた人もいると思うんですけど、部屋新しく借りました。車エビの動画で姉の部屋に僕の荷物すべて詰め込んだら、姉がブチギレて LINE で毛ガニの餌にするぞって来ましたということで部屋一つ借りました。大家さん、管理会社さん、僕に貸して大丈夫？貸す人間違ってない？僕この家水槽で埋め尽くすけど大丈夫？もう床全部抜く勢いで水槽置くから。向こう側でお隣さんが寝てるから、後でお裾分けしに行ったりしないとね。ここは僕の実家の部屋で、今までスーパーに売っていた生き物たちを飼育しています。ノコギリガザミのフジツボくん、毛ガニの毛玉ちゃん、ロブスターのロブタン、そして車エビのカツオ。カツオ！待って、お前どうしたん？皆さん、車エビのカツオの一匹が脱皮しました。めっちゃ嬉しいんやけど、ちょっとね、時間経っちゃって黄色くなってます。けどみんな車エビのカツオ脱皮したよ。これ以上時間経つとお水が悪くなっちゃうから一回取り出しますね。見てみんな、これが車エビの脱皮柄。時間経っちゃってて、カレー味のエビせんスナックみたいになっちゃってるな。車エビの脱皮は、まずね、この背中の部分が割れて、そっからスルスルって剥いでるように車エビちゃんが出てきます。いただきます。うまいね。自然界では自分の脱皮殻を食べることでカルシウムだったりいろいろな栄養素を補給できますが、飼育してるこの子たちはまず食べないでしょう。証拠としてこれらも脱皮してからかなり時間が経ってますよね。なぜかというと、単純に普段あげているご飯の方が絶対美味しいのと、栄養が足りていたりして自分の殻を食べる必要がないんですね。だから飼育下だと自分の脱皮殻を食べない個体はめちゃくちゃ多いです。じゃあですね、家族たちに餌あげてきます。今回あげてくる餌はこちら、アサリちゃんですね。よーし、じゃあまずフジツボから餌あげます。ごめん。なんかわけわかんないとこ行っちゃった。毛玉餌だよ、餌。アサリ。大好物の。なんだね。食えた次は食えたね。匂いに反応してエビが落ちました。そして前回の動画でお迎えしたうちわエビちゃんなんだけどなんか銭湯行った時の俺みたいな顔してる。まだね、この子餌食べないのよ。急遽90センチ水槽をこの子のために買ったんで、この子のこと単独で飼育したいと思います。めちゃくちゃね、元気にさせて脱皮もさせたいから、皆さんどうかね、応援よろしくお願いします。新居もう一回戻りましょう。ズワイガニちゃんの安否確認しに来ました。いや、生きてるかな。ちょっと開けていきます。突撃！待って、みんな
ズワイガニちゃんめっちゃ元気になってんだけど、待って、これえぐくない？うわ、すごい。ズワイガニってこんな動けるんだね。ちょっと照明つけてるから落ち着かないで暴れてるのもあると思うんですけど、スーパーであんな瀕死だった子が1日でここまで回復するんよ。トッポ向いちゃってるよ。ズワイガニって水深が深い場所にいますよね。個人の水槽で飼育して水圧などの問題で飼育が難しいんじゃないかって思う人多いと思うんですけど、実はですね、ズワイガニも毛ガニも水圧が低くても生きられる種類でして、水圧変化にかなり強いとされています。他にもオオグソクムシだったりタカアシガニ、水槽と水槽用クーラー、ろ過器さえあれば問題なく買えます。ではちょっと皆さん、これがね第一関門なのですが、この子に餌を与えていこうと思います。餌はね、解凍したエビちゃんあげます。手前来ちゃったからちょっともう一回つまんであげます。あー、嫌がってるな。なんかめっちゃ逃げる。ちょっと大きめの餌をですね、手前の方に置いといて、またライトを消して暗い環境で観察してみます。いやー、今映像見返したけど全く食べてないね。なるほど、エビは食べなかったか。最終容疑、こちらイソメちゃんですね。大体のね甲殻類はねイソメ大好きだから多分食べると思うんだよね。待って、つかんだ。食ってくれ。口元まで持ってってもダメ。動き見てもめちゃくちゃ元気なんですよこの子。ほら動きもね俊敏で。イソメの数を増やしてまたライトを消して観察してみましょう。皆さん、あれからね、5日間ぐらい経ったんですけれども、餌食べません。あなた、飯なしでどこまでいけんねん。匂いが強い餌とかも全部試したんですけど、10種類ぐらい。全部食わなかったね。でもみんな、多分この子シャイで、まだ環境に慣れてなくて、お腹空いてないだけだと思うんだよね。もう少し経ったら餌絶対食べてくれるはず。全力で育てていくので、この子の応援どうかよろしくお願いします。で、皆さん最後にこの子のお名前募集していきたいと思います。今後ですね、この子のことも毎日お世話しに来るんで、餌を食べた時には続編また出したいと思います。インスタグラムとツイッターの方でも日々のお世話の情報を配信してますので、ぜひフォローお願いします。じゃあね、また次の動画で会いましょう。